まさみチャンネル On the Tone。 広坂まさみの RC ライフ。今回はメンタルについて話します。メンタルとかメンタリティとか言いますが、メンタルというのは英語で心理的とか精神的なことを指す言葉です。その中には気持ちによって左右されるやる気や根気なども含まれますし、集中力とか忍耐力、注意力も含まれます。そしてメンタルに対して主にスポーツの世界で使われるフィジカルという英語があります。これは物理的なという意味で肉体的や身体的と訳されます。このメンタルとフィジカルの関係についてですが、レースにおいてはなんとなくどちらも大切であるということは多くの方が認識されていると思います。メンタルトレーニングとフィジカルトレーニングという言葉もあり、フィジカルトレーニングについてはスポーツにおいてもラジコンレースにおいても多く研究されていて、参考書やトレーニング方法を示した動画も多くあります。しかしメンタルトレーニングについてはフィジカルトレーニングのような認知度はなく、その重要性に関しては人それぞれの見解があります。ラジコンのレースにおいてもサーキットで反復練習をする人は多いですけれども、メンタルの練習をしている人はかなり少ないと思います。さて今回はこの目に見えないメンタルの部分がどの程度重要なのかをお伝えしたいと思います。私のメンタルとフィジカルの捉え方は身近なもので分かりやすい自分の体に置き換えて考えています。まずメンタルについては肉眼で見えない頭と捉えます。頭は存在しますけれども、自分の目で直接見るということはできません。精神的なことは全て頭の中にある脳の働きから来て、目に映るものや耳から入る音が主な情報源となります。目や耳は頭の一部ですので、メンタルは頭と考えます。次にフィジカルについて、身体的な部分は首から下と捉えます。このように自分の体をメンタルとフィジカルの2つに分けて捉えています。では頭と首から下のボディの部分ではどちらが大事でしょうか。どちらがなくてもレースに出場することはできません。体のどの部分を動かすにしてもまず頭がなければ動かないです。ですので私は頭とボディはどちらも大切で、その重要度は同じだと思っています。同じという意味は数字で表すと50対50ということです。例えばやる気はあるけれども体がついてこないという場合や、体は元気なんだけれどもやる気が出ないというような場合にはベストな状態でプレイすることはできないです。健康が第一という言葉がありますが、それはいくら頑張りたくても体がついてこなければ頑張れないと捉えることもできます。メンタルとフィジカルはどちらを重要とするかというよりも、車の両輪のようにバランスよく回るという概念が大事なんだと思います。メンタルとフィジカルの双方が別のものではなくて一体のものとして考えています。私はその重要度が50対50と認識したことによってトレーニング方法やレースでの戦い方が変わってきて、見える景色が変わったという経験があります。参考までに、私がレース前に行うメンタルトレーニングの一つに脳の働きを快適化するというのがあります。脳は身体の全ての動きの原動力ですので、脳の働き一つで指先の動きも変わってきます。どれだけトレーニングを積んで指先を鍛えたとしても、脳が正しく指令を送ってくれなければ指先は正しく動かないです。それには脳をより快適に効率よく動くようにするトレーニングが重要だと考えています。ではその手段をいくつかご紹介します。よく寝る、悩み事をなくす、準備を整えてレースに集中する、反復練習、目をよく見えるようにしておく、イメージトレーニングなどがあります。僕は人間と
コンピューターが非常によく似ていると思っています。コンピューターは長時間使ったり、一気に多くの作業をしようとすると動作が鈍くなったりフリーズしたりします。その時は一旦スイッチを切って再起動すると快適に動き出す場合があります。人間も疲れた時は一旦寝ることでまた元気に動き出します。動作が鈍くなるというのも人間と同じで、例えば考え事や悩み事を減らしたり、他の用事を済ませて一つだけに集中して脳を使う容量を減らすことで処理速度が上がるケースがあります。またコンピューターでいう頭脳に例えられる CPU はデータを処理する速さに関係するものですけれども、それは人間でいうと脳の処理速度が上がれば全身に情報を早く伝達できるということと同じような概念だと思います。そのために目をよく見えるようにしておいたり、反復練習によって脳から全身への情報の伝達をスムースにするように心がけています。イメージトレーニングも同様で、脳を使う容量を少なくすることができるので、脳から全身への情報の伝達が速くなると考えています。このようなことは基本的なことですけれども、頭と体の連動が大切であるということを意識しながらトレーニングすることで新たな発見があるのではと思います。メンタルトレーニングやフィジカルトレーニングなどスキルアップにつながるようなさらなるヒントはまた別の機会にお伝えしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。